こんにちは、北谷です。軽トラキャンピングカー DIY 第4弾。前回の側面枠体に続いて、今回は残りの枠体を一気に仕上げていきます。本数が多いので 30mm×40mm の角材はホームセンターで事前にカットしてもらいました。残りの枠体も側面と同じく相書き継ぎで組んでいきます。効率化のため毛書き、切れ込み、溝加工と各工程ごとにまとめて取り掛かります。まずは毛書き。設計図に従って角材の 40mm の面に幅 40mm で印をつけます。長い角材は反りもあるのでしっかり固定して毛書きます。毛書きが終わったら次は切れ込み。溝の深さが 15mm になるように丸ノコの刃を調整します。最初の一組は溝の深さを確認するため溝加工まで進めました。いい感じの重なりしろだったので、このまま全ての角材に切れ込みを入れていきます。連続で溝を入れる場合、丸ノコを左から右にずらしながら切ると、一つ前の溝に刃のカバーが引っかかってうまく切れないことがあります。そこで右から左にずらしながら切ると、カバーが溝にかかることなく、スムーズに切れ目を入れることができます。締めて42本切れ込みを入れ終わりました。あとは溝加工。前回と同じく息子に手伝ってもらいました。数をこなすうちに溝加工もうまくできるようになってきました。小さな成長を実感できるのも DIY の楽しみの一つです。
溝加工が終わったら枠体を組み立てていきます。まずは天井。広い部分は天窓のスペースです。今回は溝を狭めに掘ったのでボンドは使わずはめ込みとビスで固定しました。次は背面。真ん中がドアのスペースになります。続いて前面。中央が運転席側の窓になります。最後に突き出し部の床と側面を組み立てて枠体の完成です。すべて並べるとなかなかの量で達成感があります。そして恒例の雰囲気を味わうためのセッティング。自分で思い描いたものが形になるのは本当に面白くて楽しいです。次回はいよいよ枠体を組んで箱型にしていきます。それではまた。